今回は消しゴムフィギュア塗装です。金消しを水性アクリル塗料で色分けペイントしていきます。フリーハンド筆塗りです。題材は復刻版のシリーズ1、夢の超人タッグ編の筋肉マンです。ちょっとマニアックなアポロンウィンドウロックの左手形状です。復刻版夢の超人タッグ編ブックレットです。レギュラーサイズ当時物の復刻と一部新規造形の金消しで構成されたラインナップで2008年から展開されました。裏面はお知らせなどの文字情報でした。表面、このシリーズ1は夢の超人タッグ編、かつてのレギュラーサイズ金消しからピックアップされたタッグを組んだ超人2体がセットでカプセルに入っているという設定でした。筋肉マンはマッスルブラザーズでグレートとセットになった組み合わせでした。今回塗装の筋肉マンは会場の空き缶や金属系のものを左手に集め、鍵の形状に変化させたアポロンウィンドウロックバージョン。塗装前の状態です。復刻版は金型の関係でサイズが当時の金消しよりも一回り小さくなっています。それでも造形自体はしっかり作られていて、ちゃんと自立しますし、汚れや劣化もない状態でした。次は塗装前の下処理を見ていきます。煮沸して熱を加え、表面のホコリ、油分を落として自立できるように成形します。ベンジン漬けして可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しを表面に塗布してマットな塗膜を下地として作っておきます。そして塗装工程へと進みます。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはモデルカラーのライトフレッシュです。水で溶いて平筆で薄く一気に塗っていきます。色分けのカラーがノリが良くなるためのベースペイントなので、薄くでいいのでさーっと塗りました。金消し4センチサイズのフィギュアであれば 2,3 分で下地はできてしまいます。ここで以前に使った紫の台座が汚れてきたので塗り直しをしました。ゲームカラーのヘクスドライ剣を使いました。深みのある濃い紫で一度の重ね塗りでも美しく発色しました。筋肉マン本体の本格的な色分けに入ります。色分け1色目はモデルカラーのホワイトグレーです。目、口、コスチュームの腰のバンド部分に使いました。少しグレーの混ざった隠蔽力の強い、とても扱いやすい白です。ボディカラーはモデルカラーのベーシックスキントーンをメインにしました。やや明るめでニュートラルな肌色です。赤みや黄色みが強すぎないので、人肌のベースカラーとして非常に使いやすく、人物フィギュアの塗装はもちろん様々な用途に応用できます。モデルカラーらしく高い隠蔽力とマットな仕上がりで筆塗りとの相性も抜群です。筋肉や皮膚表現のベースカラーでライトフレッシュより少し自然な肌色を使いたいときに多用しています。フレッシュ系、ベーシックスキントーンやライトフレッシュなどは薄く何度か重ね塗りするのがおすすめです。水で少し薄めて牛乳くらいの濃さを目安にすると筆ムラが出にくく非常に綺麗に仕上がります。金消しのような小さなフィギュアでは一度で隠すのではなく3回くらいで完成させるつもりで塗っています。金消しを筆塗りで仕上げるならパレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく発色を安定させやすいので金消し塗装との相性は良好です。ここで細かな色分けもたくさんある赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかで発色の良いオレンジ寄りになりすぎず深みもあるのでヒーローやロボットの赤によく合います。近年のゲームカラーシリーズでは塗りやすさや隠蔽力も向上しています。マスクの顎部分、上半身のシャツ、パンツ、ブーツにこのカラーを現役のまま用いています。ウォーハンマーカラーのテクニカル溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利です。2008年の復刻版は当時30代前後だった金消し世代をターゲットに企画され、1980年代の金消しをほぼそのままの雰囲気で復活させたことから大きな話題になりました。
第11弾は通常の2体セットではなく技消しスペシャルとして名シーンの必殺技を立体化した特別弾でした。この時の筋肉マンは夢の超人タッグ編のクライマックスでヘルミッショネルズの胸にあるアポロンウィンドウを封じるため、左手が巨大な鍵状に変形、アポロンウィンドウに差し込んでロック、地球から供給されるマグネットパワーを遮断してヘルミッショネルズを弱体化させました。その後の最終奥義、マッスルドッキングへつながる重要なワンシーンでした。塗装に要した時間は約40分でした。唇にゲームカラーのスクイッドピンクを使いました。パレホでは意外とあまりバリエーションの少ないピンクです。そして左手のアポロンウィンドウロックにはモデルカラーのガンメタルを使いました。パレホの鋼のカラーです。黒みを帯びた落ち着いた金属色で武器や機械パーツ、フレームなどに適した定番のメタリックカラーです。シルバーよりも黒みが強くて実際の鉄や鋼のような重量感を表現できます。ギラギラしすぎず落ち着いたメタリック感なのでリアルな質感を再現しやすい色です。細部の書き入れと墨入れです。マービー4ドローイングの 0.03mm マーカー超極細ペンの黒と 0.02mm のダークブラウンを使用しています。額の肉マーク、瞳、口、ボディの筋肉の墨入れに使いました。使用した塗料は水性アクリルのパレホとフォローでウォーハンマーカラーです。筆は基本は模型塗装用の面相筆です。仕上げはウォーハンマーカラーのシェード、ナルンオイルをアポロンウィンドウロックに染め塗りして質感を高めました。塗装後はボデーペンのクリア。本来車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。今回塗装の彩色は初代アニメカラーのコスチューム赤にしました。右手のリストバンドだったり本来の仕様と微妙に異なる部分もありましたが、復刻版で小さいサイズ感の金消し、なんとかうまく色分けできた感じです。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材は金消し、復刻版シリーズの1アポロンウィンドウロックの筋肉マンをフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。